はい、こんばんは、大輝です。今日は今更人に聞けないパソコンのメモリってどんなことをしてるのって言った授業です。はい、実際ね、皆さんメモリっていう言葉は絶対に知ってると思うんですけれども、じゃあ一体メモリがどんな仕事をしてるのかっていう細かなところまではあまり知らないと思うんですね。この動画ではメモリとはっていうことをものすごく噛み砕いて分かりやすく説明しておりますので、最後までご視聴お願いします。はい、メモリーっていうのはよく例えられるのは机に例えられるんですね。これ机っていうのは作業スペースですよね。小さいと一つのことしかできません。ですが大きい机だといろんなことが同時にできますよね。いろんなことを出しっぱなしにしてこっちやったりこっちやったりとかできますよね。それはメモリーも同じなんですね。メモリーが多いということはパソコンの中の机が大きいんです。ですからこっちではワードを立ち上げて、こっちでは Excel を立ち上げて、こちらでは動画を見て、こちらでは画像を編集してで置くスペースがいっぱいあるよと。これがメモリーのイメージをつかむために一番分かりやすい説明なんですね。ですからメモリーは多ければ多いほどいいんです。それでは解説していきますね。皆さんがよく聞くメモリとは日本語では一時記憶装置と言います。その他メインメモリや RAM とも言うんですね。記憶装置といえばパソコンの中ではハードディスクというのも記憶装置ですよね。ではこれら一体何が違うのかっていうのは、ハードディスクっていうのは永久的なデータの保存場所、そしてメモリっていうのは一時的なデータの保存場所なんです。皆さんがワードで文章を作るとしましょう。ワードを立ち上げて、そして文章を入力していきますよね。目の前の今書いてる文章、これ保存前の文章ですよね。このデータこそが実はメモリに記憶されてるんです。そして皆さん文章が出来上がると保存ボタンを押して保存しますよね。この保存をするという作業こそがメモリに一時的に保管していたデータをハードディスクに移動して安全に保存をするといった作業なんです。それではメモリーは一時的にデータを保存するものと言いましたが、その一時的というのはいつからいつまでなのかということなんですけれども、これは電源を入れた時から電源を切った時までなんですね。言い換えると、電源を切るとメモリーの中身はきれいさっぱり消去されてしまうんです。先ほどの例で言いますと、ワードを立ち上げて文章を入力していくと、この文章は保存する前はメモリーに蓄積されていくんですよね。それでは保存する前に何かのトラブルでパソコンの電源が落ちてしまったと仮定しましょう。そういった場合は再び電源を立ち上げた時に保存前のデータ残ってますか？そう、残ってないんですよね。これはなぜかというと、電源が切れることによってメモリーに保存していたデータがきれいさっぱりなくなるからなんです。比較して言うと、ハードディスクは永久的なデータの保存先でしたね。ですからデータを保存した後、先ほどのワードを保存した後に電源を切って再び立ち上げた時に、そのデータは保存した場所にしっかりありますよね。これがメモリーとハードディスクの差なんです。おさらいをすると、メモリーは一時的にデータを保存する場所、ハードディスクというのは永久的にデータを保存する場所。メモリーの保存期間というのは電源を入れてから電源が切れるまでの間保存しますよという定義でしたね。今の例では保存前の情報をメモリーに保管するといったことを話しましたが、その他にもいろいろメモリーは記憶していくんですね。ではその他のデータ、メモリーが何を持っていくかと言いますと、アプリケーションの起動データなんですね。アプリケーションを一番初めて立ち上げた時っていうのは結構立ち上がりだったり起動に時間かかるもんなんです。でも2回目立ち上げる時っていうのはさっと立ち上がるんですね。これはなぜかというと、一度立ち上がった時にせっかく覚えたこのアプリケーションの情報っていうのを捨てずにメモリーが持っとくんですね。そしてこのアプリケーションが次に立ち上がろうとした時に、このメモリーが持っている情報を差し出すことによってさっと元の状況を再現してくれるっていうことをメモリーはやってくれてるんですね。だからどういうことが起こるかと言いますと、10個20個アプリケーションを起動したり消したり起動したり消したりとか、いろんなアプリケーションを立ち上げて使っているとですね、メモリーはその都度ずっとその全部のデータを持っていますから、
どんどんメモリーに情報が蓄積されていくんですね。そのためそのメモリーの許容量よりも多い情報をメモリーが抱えてしまうと、これはパソコンの動作が遅くなるということにつながってしまうんです。これがいわゆるパソコンにゴミがたまるということなんですね。ではこの不要なデータを削除するためにはどうすればよかったですかね。そうです、電源を切ればいいんです。パソコンの電源を切ればこのメモリーの中身はきれいさっぱりなくなるんですよね。ですからパソコンを使っていてパソコンがどんどん遅くなってきたなと思った時は、それはメモリーにゴミが溜まっているので再起動すれば治ることが多いということなんですね。ですがその前にそもそもパソコンのメモリの容量が足りてないからそんなことになるんです。それではメモリは実際どれぐらいあったらいいのかということを説明しますね。もしあなたがパソコンでする作業は Word、Excel、インターネットブラウジングこれしかしませんよっていうのであれば4ギガあればいいと思います。これ4ギガで十分とは言ってません。4ギガあればなんとかいけます。そして、それ以上を求める方ですね。これは8ギガ必要です。そして高解像度のゲームをやる方、動画編集をやる方、そして3D を制作するような方、そういった作業を行う方は間違いなく16ギガ以上を積んでください。これでパソコンはやっと安定して動くようになります。それでは実際に皆さんのパソコンにどれぐらいのメモリーが入っているのかというのを確認するのは、この手順になります。まずデスクトップの左下 Windows ボタンを右クリックしてください。そして上から4番目のシステム、これを左クリックします。すると詳細情報というものが現れますね。これでお使いのパソコンの情報がある程度つかめます。まずプロセッサ、ここには CPU の情報が載ってます。そしてその次ですね、実装 RAM、ここが搭載されているメモリーの容量になります。先ほども言いましたけれども、メモリーというのはメインメモリー、その他 RAM とも言われますから、この情報パネルでは実装 RAM というふうに呼ばれてるんですね。私のパソコンには16ギガメモリーが積まれているということになっています。皆さんお使いのパソコン、ここに何ギガって載ってるでしょうか。ここが少ないと増設を考える必要があるんですけれども、メモリーにはね、いろんな種類、いろんな規格があるんですよ。何を買ってきてもいいというわけではないんです。しかしここに規格の情報っていうのは載ってないんですね。しかし、少しマニアックな話になるんですが、この情報、 CPU のこの情報をもとにメモリーの規格を知ることができるんですね。細かい情報っていうのは、違う動画ですね、メモリーの増設という動画の方をご覧になってください。はい、それでは私は16ギガ積んでありますので、今の状態でどれぐらいメモリーを使っているのかっていうのをご覧になってください。それでは下のですね、このタスクバーを右クリックしてタスクマネージャーを開きます。そうするとこういったタスクマネージャーが開きますけれども、まずね、ここのプロセスのところのここですね、メモリ 28% 使っているというふうに書かれています。このパフォーマンスを見てください。そうすると上が CPU、下がメモリ、ディスクですね。このメモリをクリックするとですね、はい、まず 15.9、16ギガ搭載してあるのに対して 4.6 ギガも使ってますよ、29% 使ってるんですよという風な情報が出てきます。結構ね使ってると思いませんか。左上のパフォーマンス、からですね、プロセスに戻ってください。するとアプリ3、これはですね、今立ち上げてるアプリケーションなんですよね。このね BB フラッシュっていうのは、この動画を撮るための動画の記録するソフトなんですよね。これ大した容量を使ってるわけではないんです。そしてタスクマネージャーっていうのはこれ自体、設定はこれのことですよね。ですから大したものを使ってないのにもう 28%、これ4ギガ使ってるんですね。これは何かと言いますと、この下ですね、バックグラウンドプロセス116、そうなんです。アプリケーションを使ってないのにバックグラウンドでこれだけアプリケーションが立ち上がってるんですね。でこれずらーっとこれだけものすごくあるんですけれども、見ていくと縦列ですね。 CPU ここずっと0ですよね。はい、ディスクも0ですよね。ネットワークも0なんですけれども、
メモリーのところにずらーっと数字が書いてありますよね。そうなんです。これはメモリーが持ってる情報ということなんですね。ですからいろんなアプリケーションを立ち上げたり消したり立ち上げたり消したりするとどんどんここが増えていってですね、このメモリのパーセントっていうのも上がってくるわけなんですよ。再起動せずにパソコンをずっと置いておくと、ここはねどんどんかさばって 50% ぐらいにまでいきますね。そして再起動すると 25% ぐらいまで落ちるといった状態になります。僕のパソコンでこれが 50% っていうのは、ここは16ギガありますから、本当に7ギガとか8ギガとか使っているような状態までいくということなんですよ。何もアプリケーションを立ち上げてないのに 4.6 ギガ使ってるんですよね。結構ね使いますよね。思った以上に使うと思いませんか？これね4ギガしかもし搭載してなければ、ここのメモリーのパーセントはぐっと上がってきますし、4ギガを超えたところですね、この 0.5、0.6 っていうパーセントの仕事は CPU であったりディスクが代償して行うんですよね。ですからパソコンのパフォーマンスがどんどん下がってきて遅くなるっていうことが起こります。ですから、メモリは多ければ多い方がいいですよということですね。そして補足情報として、ここにスロットの仕様ってありますけれども、これは何枚メモリを挿す穴があるかっていうスロットがあるかっていうことなんです。僕の場合は2枚、2つスロットがあって2枚もう刺さっていて16ギガということですので、8ギガが1枚ずつ刺さっていますよっていうことを表してますね。こういった細かいことはねまた違う動画で、説明しておりますので、そちらを詳しく見てください。ですからね、何が言いたいかと言いますと、メモリー4ギガでできる作業っていうのはほとんどないんですよ。パソコンを起動してるだけで4ギガ前後は使っちゃうんですよ。ですから本当に快適な状態で使いたければ、まず8ギガあった方がいいとは思いますね。はい、皆さんのパソコンは何ギガあったでしょうか？そのねギガ数が足りてないなと思った方はメモリーの増設をお勧めします。しかしね、増設するにあたってもメモリーには種類があるんですね。何を買ってきたらいいのか、何の種類の何ギガを買ってきたらいいのか、何枚買ってきたらいいのか、そういったことの知識はですね、違う動画、メモリーの増設とはというところの動画で上げてますので、下の概要欄に貼っておきますので、皆さんそちらをチェックしてください。はい、皆さんパソコンの中でメモリーが一体どういう仕事をしているのか、だいたいざっくり分かったと思うんですね。今日の動画はここまでになってます。もしね皆さんの役に立ったと思っていただけるんであれば、いいねボタン、高評価の方よろしくお願いします。そしてこれからも耳寄りな情報をどんどんアップロードしていきますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。